漫画みたいなやり方でおびき寄せてます。なぜか私のニーズ分かってます。綺麗ですね。 J です。バリ島10日間の旅、3日目はウブド方面へドライブ、バティックにバビグリーン、モンキーフォレストにお買い物、そして美しい棚田の風景。ウブドは感動がいっぱいでした。急に晴れてきた。バリ島10日間の旅の3日目、ジンバランからウブドに向かっています。バリは雨季ですが、そうとは思えない天気です。運転しているのはガイドのエディ。途中まで用事のあった奥様も一緒でした。目的地までは1時間半ですが、ちょっと寄り道しようと思っています。インドネシアの伝統工芸バティックを見たいと言ったら、エディがこちらへ連れてきてくれました。なきゃいけない雰囲気で来た。素敵だったら全然。バティックとはインドネシアやマレーシアの老血染めの布のこと。民族衣装だけでなく現代のファッションにも使われています。インドネシアの文化や歴史と深く結びついており、ユネスコ無形文化遺産にも登録されています。Information about batik process. For the first process to make up the batik, we prepare white material, is the cotton, and then the artist draw the sun by pencil, and then after draw, we covering the sun by hot wax to protect the design. And after wax, we put the color one by one is the natural color. And then after color, we keep the color. We block with wax again to protect the color. And the process batik, more color, more wax, more design, more wax again. And then the finished product like this one after boiling. ローで素晴らしい。そんな感じでバティック染めのプロセスを見学した後は、中の大きなショップで買い物をしたのですが、そこは撮影禁止でした。このワンピースを美貌家っていうバビグリーンの有名なお店に向かいます。美貌が2軒あるんで、これは2ですよ。ドゥア。美貌がドゥア。あ、イボーカドゥア。2号店。2号店。前来たとことは違う。違う。綺麗。なんか素敵な。すごい。雰囲気いいですね。バビグリーンの別盛りセットとソフトドリンクを注文。こちらがバビグリーン。豚の丸焼き料理に野菜なども入っています。バリではお祝いや儀式の時に振る舞われるごちそうだそうです。いただきます。パリパリの皮とジューシーな肉、スパイシーな味付けがたまらなく美味しいのです。やっぱ比べると昨日のはジャンクだったの。あれはあれで美味しい。やっぱうまいな。なんか私もっとさ、これをさすごい食べたような気がしてたんだけど、1枚しか入ってないんだ。俺も追加したのかなって。なんかもね、追加した気がする。このポークスキンだけ頼むこともできるのですが、この日は売り切れていました。エビせんみたいの2つ買いました。それも入れて2人で2000円ちょっとぐらい。2000円ちょっと、すごい安いね。いや、ドリアン屋があったらしくて、やってことじゃないよね。ドリアンが売っている場所があった。売っているおじさんがいたっていう。こちらがそのおじさん。果物の王様ドリアン、私たちは大好きなのですが、匂いがきつくてホテルには持ち込めないので、こちらでいただきます。Enough? Yeah, enough. Cook up, yeah. So not smell hand. Okay.ラグー。バグース。Good, thank you. How much is it? 15,000. 50. Thank you. 入り口これが入りました。モンキーフォレスト通りだ。モンキーフォレスト通りなの。モンキーフォレスト通りもおしゃれな店がいっぱいあると書いてありまああ、そうなんだ。ここは何なの？す。猿公園みたいな。巨大猿園。
猿をただただ楽しむでしょ。そう猿をただただ楽しめるから。リアルおじさん。おじさんがちょっとリアルに作られてる。本当だ。何なんだろうこれ。おじさんだね。モンバーか。もう他人事と思えない。他人事じゃないよ。2000円ぐらい。一人1000円か。Guidelines of monkey. No panic. No run. Don't look to the eyes. アイスアイス。 To 目 the を合わせ body. るな。 Look to the body. No eyes. Don't bring food. Any food? No food. ああ。水も財布も隠せと言われました。Okay. ところで前日ウルアツの猿のことをエディはクリミナルモンキーと言っていましたが、ギターも。So same type monkey. Same like in Uluwatu. ああ。But Monkey, not criminal. they have クリミナルクリミナル。 Not criminal. little criminal. Little criminal. Not much criminal. Uluwatu big criminal. Big criminal. Why? Monkey here they have more food is enough. ああ、ウルワト。 Uluwatu little food. ああ、プアマンキー。貧困が彼らをクリミナルにしてしまった。日本と Criminal to get food. 世界のオ大事な。ーケー、I see. Hello. That one is bat. おお本当だ。え、いる？いっぱいいるよ。 This fruit bat. Yeah. うわ、 They like ここモンキーフォレストは野生ザルの自然保護区。1200頭以上のマカクザルが生息しており、森の奥にはシバ神を祀るプラダラムアグン寺院があります。あんなポーズ取る自然に。かわいい。あセルフィー。なんか猿とセルフィーが撮れるっていうのに500円 kan 払う。 tadi negak samping sih macam itu. あ、これセルフィー用の猿なの？餌を持ってると yang malu tu nak. Oh jajah tu. 言われ、猿をおびき寄せる作戦なんですかね、これは。なかなか寄ってこない思い通りに。うわすごい原始的。漫画みたいなやり方でおびき寄せてます。本当だ。あいつ積極的に来た。来た来たで。すごい勢いで。 Don't look the monkey in the ear. そしてCheck. Check check. Thank you。こんな感じで猿が自撮りしてるような写真が撮れました。ちなみにこんなにたくさん撮られていました。 Thank you。ありがとう。ありがとう。 No cloudy ya. わあすごいね。すごいね。経験あれだから。モンキーフォレストは様々な猿と大自然の両方が楽しめる場所でした。ジャヤヤイモンキー大自然、ココウのモンキー大自然、毛づくろいモンキー大自然、威嚇モンキー大自然。美しい戯れモンキー、水道を陣取ってるモンキー、大自然。すごい猿も面白いけど、この大自然がこうすごく荘厳な気持ちになりますね。これやっぱすごいね。青々してちょっと日が出たらめっちゃ緑だね。ね、綺麗。この季節は特に。まあ雨季だからこそ余計に。毛づくろいモンキーからのファイティングモンキー。いくら見ていても飽きませんね。さてこのモンキーフォレストの周辺も見てみましょうか。ここがセンターオブウードらしいです。お土産屋さんとかカフェとかいっぱい、そう長い通りですね。おしゃれショップもありつつ。じゃあここら辺に明日遊びに来ればいいんじゃないですか。そうだね。明日とかうん。ちなみにこれはその翌日この辺りに来た時の動画です。とにかく車がめっちゃ多くてちょっと怖いぐらいですね。車とバイクがもう容赦なくバンバン走る。ウブ
ど王宮です。ウブド王宮は19世紀に建設された歴史的建造物。パリの伝統建築様式と彫刻の美しさを現代に伝えています。日が暮れるとレゴンダンスなどパリの伝統舞踊の公演が行われる場所としても有名です。モンキーフォレスト通りです。モンキーフォレスト通りはウブドのメインストリート。ファッションや雑貨、レストラン、カフェ、お土産屋などが並び、歩くだけで楽しい通りです。なんかアーティーな T シャツ、かっこいいなマジで。ちょっとかっこいいですね。これとかめっちゃかっこいい。かっこいい。また周辺には様々なショッピングスポットが。ジャラン・デ・ビスタ。あ、かわいいかもね。こじんまりしたショッピング街デウィシタ通り。お土産屋さんや観光地っぽいお店の多いカルナ通り。ハワイにも近いよね。なんか売ってるものが綺麗。買わないけど。And how much is it? 1000円っつってる。いくらだったら買うって言ってる。500円でこれをゲットしました。500円パサールアートマーケットに王宮の目の前のバサールウブドは観光客向けのお土産市場。ここになんかでもバティックの本格的な売り場があるとか書いてあった。お土産屋だね、ただのね。全然そういう感じではない。2階に来ました。2階も同じだね。同じようにあるだけで。お土産屋だね。電気もついてない。なんであ、フロエベみたいなの偽物とか。単に比べたら偽物が全然おとなしい。そうだね。偽物って人いないもんね。基本あんまりやる気ないですね。売る人も。そうでしょ。捨てちゃっていい。もう一つのメイン通りと言われるハノマン通りを目指してみます。ハノマンストリート行ってみますね。あ、こっちはなんかもうちょっと落ち着いてて素敵なお店がある感じですね。こっちの方がなんかおしゃれかも。うん。ここもちょっと可愛いから。可愛いバッグがある。比較的いいお店しかないっていうか、おしゃれカフェも品がいいよね。品がいいね。このカフェも品がいい。素敵だよね。俺たちの思ってるバリって感じになってる。ほんとほんと、おしゃれオブル。可愛いバッグがカゴバッグみたいにいっぱい売ってます。あ、ちょっと可愛いかも。これもいいな。これも可愛いな。これも可愛いです。なんかほぼこれと一緒だもんね。あ、そうだね。ここはこういう自分の写真も、犬の写真持ってきたらバッグにしてくれる店ですね。そうなんだ。うんうん。でっかいのもあるよ。あ、でかいのもあるんだ。ああ、なぜか私のニーズ分かってます。ちっちゃいと結局いろいろスマホとか入れるからちっちゃすぎるんだけど、これだったらなんとか。じゃあ両方買えば？両方買うか。ちょっと結局両方買って2つで5000円でした。安い。さて話を前日に戻しましょう。今から棚田テガラランへ向かいます。時期的にはもう稲刈りの後だったりして緑が少ないかもとのことでしたが、面白いね。もう稲刈りしちゃった後だから、でもこれはこれでまあ面白い。珍しい風景だよな、こ2人で500円。れ。そうじゃない。はい、テガラランライステラスに来ました。もうだいぶ向こうの方はね、稲刈りしちゃった後であんまり緑なかったんですけど、こっちの側はまだ緑が残っていると。綺麗綺麗。わあ、綺麗ですね。テガラランライステラスはウブドの有名な絶景スポット。この段々になった棚田の立体的な風景が人気です。
ブランコがあって、怖い。今日高所恐怖症だからちょっと怖すぎて動画も S さんに撮ってもらうっていうね。で今もちょっと足がすくんでます。すごい。怖っ。とっても無理ですけどね。怖くてちょっとそこに行くのも無理だ私。怖っ。いろんな映えスポットがありますけど、ちょっと高所恐怖症なので私は無理ですね。そんな怖いけれど美しい手柄欄でした。さて、ここから少し行った先の素敵なホテルへ。3日間美しい山の中に滞在しますが、それはまた次の動画で。うん